ランナーの皆さんならもしかしたら経験あるかもしれませんね。一生懸命トレーニングしてもうクタクタ。その疲れた体を休めせるためになんとまた軽く走り出す。何それって思いますよね。一見すごく矛盾してるように聞こえるんですけど、実はこれめちゃくちゃ理にかなってるんですよ。というわけで今日はこの不思議なランナーのパラドックスの謎を皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。いやでもちょっと待ってくださいよと。走って疲れたのにまた走るってどういうこと？余計に疲れるだけじゃないのって、まあ普通はそう思いますよね。すごく自然な疑問です。で、面白いことに今回ご紹介するこの方法を実際に試したあるランナーも最初は本当に全く同じことを考えていたそうなんですよ。その不思議な習慣のキーワード、それがですね、リカバリージョグっていう考え方なんです。じゃあいつものランニングと一体何が違うんでしょうか。まずはここをしっかり理解することが、このパラドックスを解くための、そうですね、最初のステップになります。まず大前提として、リカバリージョグは速くなるためのトレーニングとはもう全くの別物です。目的は本当にたった一つだけ、体の回復を助けること。これにつきます。つまり頑張るんじゃなくて、むしろ体をいたわるために走る。この目的意識のこの根本的な違いが全てを変える一番大事なポイントなんですよね。こうやって普段のトレーニングと並べてみると、その違いってもう一目瞭然ですよね。目的は鍛えるんじゃなくて回復を助けること。感覚もきついじゃなくて気持ちいいくらいがちょうどいい。意識だって追い込むんじゃなくて完全にリラックスする。そう、もしトレーニングが筋肉に負荷をかける攻めの行為だとしたら、リカバリージョグは体を優しくケアするまさに癒しの時間なんて言えるかもしれませんね。で、このリカバリージョグでもうこれだけは絶対に守ってほしいっていうルールが一つだけあります。それは絶対に頑張らないこと。もうこれだけです。そのための分かりやすい目安が心拍数ですね。だいたい110前後、心拍ゾーンでいうと一番低いゾーン1をキープするイメージです。息が上がるなんてもうもっとのほか、隣の人と余裕でおしゃべりできるくらいの本当に楽なペース。これが絶対条件になります。じゃあもう少し具体的に数字で見てみましょうか。まず心拍数はさっき言った通り110前後。ペースは例えばですけど1キロ6分半より遅くたって全然問題ありません。むしろこれ早すぎないかなってこっちが心配になるくらいがちょうどいいんです。で、時間は20分から40分くらい。これ意外と大事で、これ以上長くなっちゃうとせっかくの回復っていう目的が逆に疲労をためるトレーニングに変わっちゃう可能性があるので、そこはちょっと注意が必要ですね。はい、ここまででやり方は大体わかりましたよね。でもやっぱり一番知りたいのは、なんでそんなにゆっくり走ることが回復につながるのっていう、その理屈の部分だと思うんですよ。ここからはその科学的な根拠、つまり私たちの体の中で一体何が起きているのか、そのシンプルなメカニズムをちょっと覗いてみましょう。このメカニズム、実は驚くほどシンプルで、たった3つのステップで説明できちゃうんです。まずステップ1、体に全く負担をかけないごくごく軽いペースで走ります。そうするとステップ2、全身の血の巡りが良くなりますよね。そしてここからが重要、ステップ3、その活発になった血流が筋肉に溜まった乳酸なんかの疲労物質、言ってみれば疲労のゴミみたいなものを効率よく運び去ってくれるんですよ。まさに体の中から行う大掃除、そんなイメージです。そう、つまり一番大切なのはやっぱり気持ちの切り替えなんですよね。これはタイムを競うトレーニングじゃないんだと、これは自分の心と体を癒すためのいわばヒーリングなんだと、この意識を持つだけで僕たちランナーがついついやってしまいがちな頑張りすぎを防いで、リカバリージョグの効果をもう最大限に引き出すことができるわけです。理屈はなるほどなるほどと、でもやっぱり聞きたいのは、本当に効果あるのってことですよね。わかります。というわけでここからはこの方法を最初は半信半疑で試してみたっていうあるランナーのちょっと驚きの体験談をご紹介したいと思います。で、その彼が試してみてどうだったか。最初の感想がこれだったんです。かなり良かった。家でダラダラしているよりむしろすっきりした。これすごくないですか？ただじーっと休むよりも軽く動いた方がリフレッシュできる。まさに運動が休息を超えた瞬間と言えるんじゃないでしょうか。しかもですね、彼が感じたメリットっていうのは体のことだけじゃなかったんですよ。
軽く汗をかくことでなんだか気分が晴れて、頭の中のモヤモヤもすっきりしたと、きついトレーニングが続く中でのすごく良い気分転換になって、次の練習へのモチベーションも自然と湧いてきたそうなんです。これって身体的な回復だけじゃなくて、メンタルヘルスにもすごくいい効果があったっていうことですよね。そしてこの体験を通して彼はある一つの結論にたどり着きます。それがまさに休むために走るっていう感覚。いやー、逆説的ですけど、これこそがリカバリージョグの本質を捉えた、もう最高に的確な言葉だと思いませんか？さて、ここまで聞いてきて、この面白くて効果的なアクティブレスト、つまり動的な休息という考え方、ちょっと興味湧いてきませんか？じゃあこれをどうすれば私たちの日常に取り入れられるんでしょうか？最後に今日からできることを一緒に考えていきましょう。もし次の休日、疲れたしソファーでゴロゴロしてようかなって思ってたら、その代わりにたった30分でいいんです。この頑張らないジョギングを試してみるのはどうでしょう？もしかしたらあなたにとっても、あれ、ただ休むよりすっきりするじゃんっていう新しい発見があるかもしれませんよ。最後にこんな問いを皆さんに投げかけて、今回の話を締めくくりたいと思います。私たちはいつの間にか休息とは完全に静止することだってそう思い込んでしまっていないでしょうか？でももしかしたら私たちの体にとって本当に最高の休息っていうのは、動きを止めるんじゃなくて、むしろ優しくゆったりと動かし続けることなのかもしれません。今回の話があなたの休み方をちょっとだけ見直す、そんな小さなきっかけになったとしたらすごく嬉しいです。